こんにちは、誠です。ドバイのリゾート、マディナジュメイラをご紹介します。マディナジュメイラは旅行ガイドに必ずと言っていいほど載っている人気スポットです。これはマディナジュメイラの全体マップです。この動画ではマップを使いながら私が訪れた場所をご紹介します。これがこの動画の内容です。まずリゾートをご紹介してホテル、レストラン、そして最後にメンバーシッププログラムであるジュメイラ1をご紹介します。それではまずこのマディナジュメイラリゾートをご紹介します。マディナジュメイラリゾート全体を線で囲ってみました。このマディナジュメイラにはホテル、レストラン、ビーチ、プール、そしてスークとこの施設内だけでも楽しく過ごせる一大リゾートになってます。マディナジュメイラへ行くにはメトロでは行きづらいので自動車で行くことになると思います。空港からだいたい2、30分程度の距離です。パームジュメイラの少し手前の位置ですね。タクシー、そしてウーバーも使えます。あと、私がもう一つおすすめするのはカリームです。カリームはドバイでよく使われているソフトで配車もできます。ウーバーがなかなか捕まらなかったらカリームを使うなど両方用意しとくのがいいと思います。マディナジュメイラはドバイ最大級のリゾートで40万平米以上の面積です。東京ドームの8倍以上です。そして海岸線が1キロ以上なので歩くだけでもいい運動になりそうですね。敷地がとても広いので施設間をどうやって移動するかというとバギーや油船を使います。ホテルの宿泊者は無料で利用することができます。マップの赤い丸をつけているところが油船の乗り場になってます。そしてこの青い丸がメインのバギー乗り場です。バギーは他の場所でも乗り降りできるところがあります。次にマディナジュメイラ内にあるホテルをご紹介します。最初は私が宿泊したアルカスルです。アルカスルはアラブの宮殿をイメージしたホテルになっています。続いてミナーサラームです。ミナーサラームはドバイの港をイメージしたホテルになっています。そしてアルナシームです。アルナシームは海風を意味していてとても爽やかでモダンな作りのホテルになっています。最後はダルアルマシャフです。ダルアルマシャフは敷地内に点在しています。この番号がついている建物一つ一つが2階建ての作りになっていて、1から8番までの棟はビーチが近く、その他の棟はだいたい3棟ごとに設置してある専用のプールがあります。アラブのサマーハウスといった感じです。そしてショッピングが楽しめるスークマディナジュメイラです。タクシーでマディナジュメイラまでというとここに連れてこられます。スークマディナジュメイラの隣にあるのがカンファレンスホールです。旅行でここを利用することはあまりないと思うんですけど、私は間違って入っちゃったんですけど、とても広い空間でした。以上が主な施設になってます。そしてこのマップの上の方に紹介されていますが、たくさんのレストランやバーがあります。このマディナジュメイラのすぐ隣には7つ星ホテルブルジュアルアラブがあります。ブルジュアルアラブの宿泊者はこのマディナジュメイラの施設を利用することができます。例えばブルジュアルアラブの宿泊者がビーチへ行きたいというとアルナシームのビーチまでバギーで連れてってくれます。逆にブルジュアルアラブへ行きたいと思われる方もいると思うんですけど、残念ながらブルジュアルアラブにはホテルの宿泊者あるいはレストラン予約などがある方じゃないと入れません。そしてマディナジュメイラのすぐ隣にはワイルドバディウォーターパーク、そしてジュメイラビーチホテルがあります。ワイルドバディウォーターパークはマディナジュメイラ内のホテルに宿泊すると1日無料券がもらえたりします。とても楽しいのでここおすすめです。そしてマップにはまだないんですが、マルサールアラブというホテルが2023年にオープン予定です。
それではマップに書いたルートでバギーに乗ってみたので、その景色をご覧ください。端から端までなんでかなり時間がかかってるんですけど、敷地の広さが分かっていただけると思います。この右手に見えるのがサマーソルトビーチクラブですね。行きたかったんですけど、残念ながらこのタイミングだと工事中でした。今はもうオープンしているようです。いや、次にマディナジュメイラに来た時にはぜひ行きたいですね。ここからマディナジュメイラの敷地に入ります。この右手がサマーソルトの入り口ですね。ここがアルナシムのビーチです。そして映像で撮れてないんですけど、この反対側がバギー乗り場ですね。ここからミナースタラームに入ります。ミナースタラームですね。目の前を運河が流れていて、港のイメージですね。この右手がシマーズです。ビーチサイドのレストランですごく行きたかったんですけど、ここもお休みでした。ここは私は行かなかったんですけど、マリンスポーツなど申し込みができる場所ですかね。そしてこの右手がフレンチリビエラビーチレストランです。
撮れてないんですけど、この左側にフレンチリビエラレストランがあるんですよね。フレンチリビエラは普通のレストランとビーチと2カ所にあります。ここがレストランピアシックの入り口になってます。この長い桟橋の先にピアシックがあります。後でレストランのところで紹介します。ピアシックの入り口のところはバギー乗り場になっているので、ピアシックへ行くにはバギーで行くのが便利です。この右手はセレステというバーです。そのバーの隣にインフィニティプールがあります。セレステにもメインではないんですけどバギー乗り場があります。セレステを過ぎるとだいたい施設の端に来た感じです。さあ、ここから左に曲がってアルカスルに行きます。この右手に見える塔はダルアルマシャフですね。右手に見える白い屋根の建物はレストランハイタイです。運河にせり出ていてディナーの雰囲気がとても良いです。ハイタイへはアルカスルから歩いて行けるんですけど、せっかくなので油で行くのが雰囲気あっていいんじゃないかなと思います。さあ、アルカスルに到着しました。ここまで10分近くかかってるんで、やっぱり結構広いですね。それでは次にスーク・マディナジュメイラへ行ってみます。マディナジュメイラはアルカスルとつながっているので歩いていけます。敷地内を歩いているとブルジュアルアラブはどこからでもよく見えるので写真撮っちゃいますよね。この先を歩いていくとスーク・マディナジュメイラに着きます。ここがアルカスルとスーク・マディナジュメイラの境界線です。今映ってなかったんですけど、セキュリティの人が常にいるんですよ。アルカスルから出るときはいいんですけど、入るときには自分のルームキーを見せる必要があります。ドバイのホテルはセキュリティ結構厳しいんですよね。ちなみにタクシーでマディナジュメイラに来るときにはここが入り口になってます。スーク・マディナジュメイラの中に入りました。お土産屋さん中心ですかね。アラブの伝統的な調度品や衣装なんかが売られています。でも意外と普通の洋服も売られてますね。このスーク、屋根があるので内部がとても涼しいんですよ。夏場はありがたいです。
撮影時は人が少なかったんですが、スーク・マディナジュメイラは観光ツアーの場所にもなってたりするんで、人が多い時がありますね。外に出てみましたけど、スーク・マディナジュメイラにもレストランがあります。ちょっとこの時間帯はオープン前でしたね。散策するだけでも楽しいと思います。次にビーチまで歩いてみます。この建物と運河が作り出す雰囲気が非日常的で、歩いてるだけでも楽しいですよね。この先がビーチですね。この前の道はさっきバギーで通ってきた道です。ビーチに来ました。さすがに暑いんで誰もいないですね。ブルジュアルアラブがよく見えます。ここはアルカスル正面の運河です。この白いテントのところが油船の乗り場ですね。正面のアルカスルで階段が運河まで伸びているところがあると思うんですけど、レストランアーボリータムのテラス席ですね。この運河の先の建物はダルアルマシャフです。そして見てください。なんとクジャクがいるんですよ。こんなところで放し飼いのクジャクを見れると思いませんでした。次はビーチに行ってみます。ここはアルナシームのビーチです。マディナジュメイラ内のホテルに宿泊すると他のホテルの施設も使えるんですよね。なのでいろいろ遊ぶには数日間じゃ時間が足りないです。ちなみに夏のビーチの砂は激アツです。ビーチベッドからビーチまでは裸足だと暑すぎてたどり着けないです。あの桟橋の先にあるレストランがピアシックですね。そしてブルジュアルアラブがこの位置です。海はエメラルド色でとてもクリアですね。次にアルカスル側のビーチに行ってみます。ここはセレステの先のビーチですね。ちょうどこのぐらいの夕方の時間帯だとここでヨガをやってる時があります。アルカスル側からだとピアシックとブルジュアルアラブが両方見えますね。普段はわからないんですが、このタイミングは波がすごい荒かったです。次にプールへ行ってみます。まずセレッセですね。ここがセレッセです。そしてこの隣にインフィニティプールがあります。このインフィニティプールは変わっていて、浅いところだと10センチぐらい、深いところだと1メートル50センチぐらいです。
まあ大人用のプールですよね。次にアルカスルのメインプールですね。このプールはマディナジュメイラの中では一番広いんじゃないかなと思います。正面の円錐形の屋根の建物はフレンチリビエラです。そしてその後ろのブルジュアルアラブを入れると、またこれが絵になる景色ですね。水面に反射しているのもいいですね。続いてミナーサラームのプールに行きます。水を入れるクーラーボックスなんですけど、アルナシームのものとまた違うものですね。このプール面白いのが、プールの中にジャグジーがあるんですよ。ちょうどこの奥の位置にあります。そしてこの階段の先にはプールバーがあります。次はアルナシームのプールです。このプール横を通っただけでうまく撮れてなくてごめんなさい。正面から見るとこんな感じです。ブルジュアルアラブがよく見えて、ここもフォトスポットですよね。次はアルナシームの奥の方のプールです。さっきのプールのすぐ隣ですね。ここは割とこじんまりしてます。ここもプールの横にバーがあるので、何かドリンク飲みながらゆっくり過ごすといいんじゃないかなと思います。次にホテルを紹介します。まずはアルカスルです。まずはこのエントランスの大きさと馬のオブジェに驚かされます。ホテルロビーはとてもシックな感じですね。この左側が受付になってます。こちらが廊下なんですけど、アラブの雰囲気ありますよね。そして私が宿泊した部屋です。右上のマップを見てもらうと部屋の位置がわかると思います。光が差し込んでとても明るかったですね。この部屋は海が見えるオーシャンビューの部屋ですけど、割と標準的な部屋かなと思います。旅行動画本編には部屋の詳細を載せていますので、もしご興味があればそちらをご覧いただければと思います。次はミナーサラームです。油船で行ったので、1階からホテルのロビーまで階段を上りました。さあ、ロビーです。このオブジェもそうですが、ホテルの作りを見てもアルカスルと比べると近代的かなと思います。そして最後はアルナシームです。アルナシームへはバギーで行きました。亀のオブジェがありますね。こうして見るとブルジュアルアラブを正面に見れるように作られてるんですね。そしてホテルのロビーです。一瞬だけになっちゃってごめんなさい。続いてはレストランを紹介します。まずはマヤベイです。マヤベイは22年の5月にできたばかりで、とても新しいレストランです。タイ料理と日本料理のレストランになってます。店の名前はタイのマヤベイから取ってるんじゃないかなと思います。店の中は暗めでポップな音楽がガンガンかかってますね。
料理は日本のものを頼んだんですけど、日本と変わらない味がします。もう少し綺麗に撮ればよかったんですけど、そこはご容赦ください。上の方にこけしも飾られていて、店内見るのも楽しいですよ。そして次はパイタイですね。歩いてホテルから行けるんですけど、ここは雰囲気重視で油線で行きました。考えてみたらここもタイ料理なんで、タイ料理人気なんですかね。私はパクチーと独特の油が苦手なんで、そうじゃないものを頼みました。最初は食べれるのかなと思ったんですけど、美味しかったですね。店内はこんな感じです。とても賑やかですね。次は朝食会場のアーボリータムです。アーボリータムへはホテルのロビーの先にある階段を下っていきます。ここが室内の席ですね。ビュッフェ形式ですが、食べ物の数が多いです。そしてこれがテラス席です。テラス席も広くてとても雰囲気がいいです。あとは鳥がいるんで食べ物に注意ですかね。朝からこの景色で朝食なんてすごく贅沢だなと思います。ここはまた別の部屋なんですけど、こんな会場もあるんですね。そしてまた朝食会場ですが、フレンチリビエラです。バギーに乗って向かいました。フレンチリビエラは円形の建物の中に席があって、その円形の建物同士を廊下でつないでいる感じです。この円形の建物全面ガラスなんで非常に開放感がありますよね。ここはビュッフェではないので、自分が食べたいものをメニューの中から選ぶ形です。フレンチリビエラを出て少し右の方に歩くと、フレンチリビエラビーチがあります。ここがフレンチリビエラビーチです。ブルジュアルアラブとピアシックの間に位置してますね。目の前は砂と海だけ、すごく景色はいいですよね。そして島津です。残念ながら工事中でした。続いてはゼンヒーズです。ここも店内暗めで雰囲気ありますね。今回は室内で食べましたが、テラス席もあるみたいです。やっぱりここの中華美味しいですよ。そしてバーリバーです。バーリバーは
全ヒーズのちょうど上の階になります。お客さんは他に数人いて、寝る前に一杯という感じでしたね。食後に軽く飲むのはすごくいいなと思いました。このバーリバーにテラス席があるのかわからなかったですね。そしてレストランの最後はピアシックです。ピアシックはドバイのロマンチックなレストランとして有名ですね。ここから見る夕日がまた格別綺麗です。実は日没の時間を調べて予約してます。このレストランに来るならこの時間帯がやっぱりおすすめですね。ブルジュアルアラブで働いていた日本人の女性がいたんですが、記念日のレストランおすすめを聞いたらピアシックでしたね。ご本人も記念日にはここに来るそうです。ちょうどここで桟橋から飛び出してるスペースがあるんですけど、ここはバーなんですよね。今はやってないですが、ピアシックがオープンするまでの間、ここで軽くお酒を飲むことができます。なのでここがオープンしているなら、少し前に来てここでお酒を飲んでるっていうのもいいと思いますね。まああまり飲みすぎないようにしないといけないかもしれませんが。ここもオープンするまでのウェイティングのスペースになってますね。ピアシックは季節がいいと桟橋にも席が出るようなので、オープンテラスでいいかもしれません。さあピアシックに到着しました。レストランに入ります。なんと一番乗りで入れました。どうですかね、店内。とても清潔感があるなと思います。そして店内に入って右側がブルジュアルアラブが望める席になります。もう少し暗くなるとライトアップされて、それもとても綺麗なんですよね。ピアシックはイタリアンレストランです。マディナジュメイラの中では日本料理、タイ料理、中華、フレンチ、そしてこのイタリアンと、もう何でも食べれますね。ここではカルパッチョやパスタ、リゾットと頼みましたけど、まあどれも美味しかったですね。暗くなってきて店内にもお客さんが入り始めましたね。レストランを出ました。この夜のマディナジュメイラ、そしてブルジュアルアラブがまた綺麗ですね。この桟橋の正面はアルカスルです。いやー、このレストランおすすめです。それでは最後にジュメイラ1についてお話ししたいと思います。これからお伝えする情報は少し古い情報になりますので、ご登録の際に必ず内容を確認するようにしてください。ジュメイラ1はジュメイラグループのメンバーシップ制度ですね。ドバイ以外にもジュメイラグループのホテルはありますが、そのホテルやレストラン、施設で利用できるメンバーシップ制度になります。私は今回の旅行中にこの制度を知って急いで登録しました。登録は無料になっています。ジュメイラの施設利用でこのジュメイラ1ポイントが付与されます。ホテルの宿泊、食事、スパ利用などでポイントが付与されます。申し込みはウェブサイトからできます。ただし日本語のメニューがないので全部英語ですね。スマホアプリがあるのでこのアプリを入れておくと非常に便利です。私はレストラン利用の際にスマホのアプリで会員番号を提示していました。このジュメイラ1のポイントですが、1US ドルで2ジュメイラ1ポイントが付与されます。ただしザビールハウスを除くなど条件があるみたいですね。メンバーシップにはレベル分けがされていて、一般のメンバー、シルバー、ゴールド、プラチナとあるようです。そしてメンバーティアのステータスは2年間
ということになっていますので、2年間取引がないとその資格を失うということになってしまいます。シルバー、ゴールド、プラチナのステータスは1年間有効ということです。次に特典ですが、ホテル宿泊をジュメイラ1のサイトやスマホアプリから予約すると、メンバー価格でホテルが宿泊できます。そしてジュメイラ1のポイントが付与されます。特定のレストランでのダブルポイントや料金の割引、スパなどの施設利用の際の料金が割引されます。最後にポイントの利用交換です。ホテル宿泊やレストランの利用、ショッピングなどでポイントが利用できます。そしてパートナーとの交換ということで、エミレーツ航空のスカイワーズマイルに交換ができます。概要欄にジュメイラ1のリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってください。それでは最後に油船からの景色を紹介します。いかがだったでしょうか。マディナジュメイラ、きっと楽しいですよ。But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew